たった一本のスイングで、球場の空気がここまで変わるのか。試合が終わった後の、ドジャー、スタジアムを包んでいたあの歓声は、誰の耳にも残り続けていました。勝敗だけでは語り尽くせない一戦。その中心にいたのは、やはり背番号17、大谷翔平です。ほんの2試合、本塁打が出なかっただけ。それだけの出来事にもかかわらず、全米の野球ファンはもちろん、日本中のファンまでもが、次はいつ飛び出すのか、と待ち続けていました。それほどまでに、大谷翔平という存在は、一本のホームランだけで試合の空気も、人々の期待も、一瞬にして塗り替えてしまう選手なのです。この日の相手はレッドソックス。伝統ある名門同士の対決というだけでも十分に注目を集めるカードでしたが、この夜は試合開始前から独特の緊張感が漂っていました。スタンドではユニフォーム姿のファンが次々とスマートフォンを構え、打撃練習のたびに歓声が湧き上がります。ところが、大谷本人はその熱気とは対照的でした。表情は静かか、笑顔を見せることもなく、一球一球を確かめるようにスイングを繰り返します。その姿には焦りも迷いもありません。ただ、目の前の一打席だけを見据えているようでした。そして試合開始。レッドソックス打線は立ち上がりから粘り強くファウルで食らいつきます。しかしドジャースの守備陣も落ち着いてアウトを積み重ね、序盤から引き締まった展開となりました。しかし、本当のドラマはここから始まります。1回裏、場内アナウンスが、1番、指名打者、大谷翔平、とコールした瞬間、それまでざわついていたスタンドが大きく揺れました。誰もがこの打席を待っていたのです。初球、外角いっぱいへのストレート。大谷は静かに見送りストライク。続く2球目は低めへ落ちる変化球。こちらも冷静に見極めてボール。バッテリーは序盤から徹底して低めを攻め、大谷に自分のスイングをさせまいと慎重な配球を続けます。3球目、高めへ力強いフォーシーム。鋭く振り抜いた打球はファウル。カウントは追い込まれます。レッドソックスベンチにはわずかな余裕が生まれたようにも見えました。ですが、その空気は長くは続きませんでした。次の1球で、球場全体の景色が変わります。捕手は低めのコースへミットを構えます。投手が力いっぱい腕を振り抜きました。その瞬間でした。大谷の左足が静かに着地し、無駄のないスイングが一気に加速します。乾いた打球音。誰もが思わず顔を上げました。打球はライト方向へ一直線。角度も十分。伸びも十分。右翼手は数歩下がっただけで足を止めます。もう追う必要はありませんでした。スタンドへ一直線。第24号ホームラン。その瞬間、ドジャー、スタジアムは爆発しました。観客は総立ち。ベンチでは選手たちが一斉に飛び出し、大歓声が球場全体を包み込みます。まるで長い沈黙が一気に破られたようでした。大谷は派手なガッツポーズを見せません。ゆっくりとダイヤモンドを回り、淡々とホームへ戻ってきます。それでも、その一歩一歩が圧倒的な存在感を放っていました。ベッツは笑顔で何度もうなずき、フリーマンはベンチ前で大きく拍手。デーグ、ロバーツ監督も静かにうなずきながら、その一発を迎え入れます。実況席からは興奮した声が響きました。これが大谷翔平です。ほんの2試合ホームランが出なかっただけで、これほど多くの期待を背負い、その期待以上の一打で応えてしまう。アメリカの放送席でも驚きの声が止まりません。まさにスーパースターだ。SNS では試合中にもかかわらず、OHTANI が急上昇。日本でも朝を迎えたファンが次々と映像を共有し、その一発は瞬く間に世界中へ広がっていきました。しかし、このホームランだけで試合が決まるほど、レッドソックスは甘い相手ではありませんでした。2回に入ると、レッドソックス打線は粘りを見せ始めます。四球を足がかりにチャンスを作り、確実な打撃で得点圏へ走者を進めると、外野へ運んだ一打で試合を振り出しへ戻しました。スタジアムを包んでいた歓喜は一転、今度は緊張感が押し寄せます。このまま流れを渡してしまうのか、そんな空気さえ漂い始めていました。ところが、ドジャースベンチは全く慌てていませんでした。大谷もベンチで静かに試合を見つめています。その視線は、次の打席だけを見据えていました。そして3回、
試合はさらに接戦へ。1点を争う緊迫した展開の中、再び大家に打席が巡ってくる可能性が高まります。レッドソックスベンチでは配球について何度も確認する様子が映し出され、守備位置も少しずつ変化していきました。もう一度勝負するのか、それとも歩かせるのか、球場中が、その決断を待っていました。そして大型ビジョンには再び背番号17の姿が映し出されます。その瞬間、観客席から再び地鳴りのような歓声が巻き起こりました。次の打席で、一体何が待っているのか、誰も、その結末を予想することはできませんでした。一発で終わる選手ではない。だからこそ、相手は最も難しい決断を迫られていました。先制のアーチで球場を揺らした大谷翔平。しかし、本当にレッドソックスを苦しめたのは、その一本ではありませんでした。ホームランを浴びた後、レッドソックスのバッテリーは明らかに配球を変え始めます。外角を中心に攻めるのか、内角で押し込むのか、それとも、地球を覚悟で勝負を避けるのか。ベンチでは投手コーチと捕手が何度も言葉を交わし、守備位置まで細かく確認する姿が映し出されていました。大型ビジョンにリプレイが流れるたび、スタンドからは再び大きな歓声が湧き起こります。一方のドジャースベンチは対照的でした。誰も浮かれていません。ノバーツ監督は腕を組みながら静かに試合を見つめ、ベッツもフリーマンもベンチの最前列で次の攻撃を待っています。まだ試合は始まったばかり。全員がそのことを理解していました。そして、中盤、スコアはわずか1点差。一球の結果で流れが大きく傾く。そんな緊張感が球場全体を包み込みます。しかし、この後誰も予想できない駆け引きが始まります。再び打席へ向かう大谷。スタンドは自然と総立ちになります。誰かが声を上げたわけではありません。それでも5万人を超える観客が同じ瞬間に立ち上がる光景は、まさにスーパースターだけが生み出せる空気でした。初球、外角へ外れる変化球、ボール、2球目、高めの速球、見送ります。大谷は一切焦りません。追い込まれることを恐れる様子もなく、投手のリリースだけを静かに見つめ続けます。その姿に実況席も思わず声を落としました。今日はスイングだけではありません。ボールの見極めも非常に落ち着いています。3球目、内角へ食い込むカットボール。ギリギリまで引きつけ、鋭くファウル。スタンドからどよめきが広がります。ほんの数センチ違えば、再びスタンドへ届いていてもおかしくない打球でした。レッドソックスの投手は小さく息を吐きます。一球投げるたびに、大きなプレッシャーが積み重なっていくのが伝わってきました。ここから流れは、静かに変わり始めます。フルカウント。球場は完全な静寂。5万人以上の観客が、まるで時間まで止まったかのようにマウンドとホームベースだけを見つめています。勝負の一球。投手は外角いっぱいへスライダーを選択しました。コースは悪くありません。しかし、大谷は決して強引にはいきませんでした。最後までボールを引きつける。コンパクトに振り抜く。打球を鋭く三遊間を破ります。レフト全ヒット。ホームランではありません。それでもスタンドは大歓声に包まれました。ファンが喜んだ理由は、安打そのものではありません。完全に感覚を取り戻している。誰もがそう感じたからです。ドジャース打線も、この一打にこうするように勢いづきます。続く打者が粘って四球を選び、得点圏へ走者を進めると、クリーンアップが鋭い打球を外野へ運びます。ベンチは一気に活気づき、選手たちは声を張り上げながらダックアウトの手すりを叩きました。得点が入るたびに、球場のボルテージも一段ずつ上がっていきます。ところが、レッドソックスも黙ってはいません。試合はそのまま一方的には進まなかったのです。6回、西から連打、さらに死球。ドジャースは一転して守る時間が続きます。スタンドから聞こえていた歓声は、不安交じりのため息へと変わっていきました。ここを乗り切れるのか、その空気が球場全体を覆います。マウンドでは打ち足が集まり、短いミーティング。時間にすれば数十秒。それでも、この時間が投手に落ち着きを取り戻させました。次の打者が放った鋭いライナー。一瞬、誰もが抜けたと思いました。しかし次の瞬間、一塁手が横っ飛び、グラブいっぱいに打球を収めると、そのままベースへ飛び込みアウト。
球場が爆発します。ベンチから飛び出すドジャースナイン。守備で流れを引き戻したビッグプレーでした。このプレーが、試合の空気をもう一度ドジャース側へ引き寄せます。アメリカの実況席でも興奮が止まりません。まるでポストシーズンを見ているようだ。日本の解説者も思わず声を弾ませます。攻撃だけではありません。今日は守備の集中力の素晴らしい試合です。SNS では、OHTANI24 が世界中で急上昇。しかし、投稿の内容はホームランだけではありませんでした。この試合そのものが面白い。まさに名勝負。そんなコメントが次々と並び始めます。そして試合はいよいよ終盤へ。1点差のまま迎える8回。レッドソックスは代打を送り、最後の勝負に出ます。ドジャースベンチにも緊張が走りました。誰も座っていません。全員がフェンスさえまで歩み寄り、グラウンドを見つめています。1球で同点。1球で逆転。そんな極限の場面。それでも、誰もがもう一つのドラマを予感していました。もしこのピンチを切り抜けたなら、再び、背番号17に打席が巡ってくる。球場中の視線は、その瞬間を待ち続けていました。ヒーローとは、ホームランを打つ選手ではありません。勝負が最も苦しい瞬間に、チームへ安心を届けられる選手のことです。この試合の終盤、ドジャースはわずかなリードを守りながら、最後の数イニングを迎えていました。レッドソックスも当然、このまま引き下がるつもりはありません。一人でも走者を出せば流れは変わる。一振りで試合はひっくり返る。そんな極限の緊張感が、ドジャー、スタジアムを静かに包み込んでいました。歓声はありません。5万人を超える観客が見つめていたのは、マウンドとホームベースだけ。その空気は、まるでポストシーズンそのものです。しかし、この試合が特別だった理由は、ホームランの数ではありませんでした。どちらのチームも、一球たりとも諦めなかったこと、その姿勢こそが、このゲームを名勝負へ押し上げていたのです。レッドソックス打線は最後まで粘ります。ファウルで食らいつき、簡単にはアウトにならない。一方のドジャース投手陣も、一球ごとに気持ちを込めて腕を振ります。ストライクが決まるたび歓声、モールになるたびため息、スタンド全体が試合の一部になっていました。そして迎えた終盤最大の山場、得点圏に走者を背負いながらも、ドジャースは守備陣が落ち着いて連携を見せます。内野ゴロ、確実に一つずつアウトを積み重ねる。派手さはありません。しかし、その一つ一つのプレーが、勝利へ近づく大切な一歩でした。ここで球場の空気が、もう一度変わります。攻守が入れ替わると、大型ビジョンにはこの日のハイライトが映し出されます。その中心にいたのは、もちろん大谷翔平。第24号ホームランの映像が流れた瞬間、観客席から自然と拍手が起こりました。同じ映像を見ているはずなのに、その歓声は1回目よりも大きく感じられます。なぜなのか。それは、あの一発の価値を試合全体が証明していたからです。もしあのホームランがなければ、もしあの先制点がなければ、試合は全く違う展開になっていたかもしれません。一本のホームランは、単なる一点ではありません。相手バッテリーの配球を変え、守備位置を変え、試合全体のリズムまで変えてしまう。それが大谷翔平という打者の存在感でした。試合はいよいよ最終盤。ドジャースベンチでは誰も最後まで気を抜きません。ノバーツ監督は静かに腕を組み、選手たちはフェンス越しにグラウンドを見つめ続けています。あと一つ、あと一つ。その距離が、これほど長く感じられる試合は多くありません。そして、最後の打球。高く舞い上がったフライを野手が落ち着いて追いかけます。球場中外気を飲みました。グラブに収まる。ゲームセット。その瞬間でした。静寂は一瞬で歓喜へ変わります。ドジャー、スタジアムは、この日一番の大歓声。ベンチから選手たちが飛び出し、互いに笑顔でハイタッチを交わします。大谷も仲間たちと笑顔を見せながら勝利を喜びました。派手なガッツポーズはありません。それでも、その穏やかな表情には充実感が溢れていました。アメリカの放送席は試合終了と同時にこう伝えます。スーパースターは、必要な夜に結果を残した。その一言が、この試合の全てを物語っていました。日本でも試合終了直後から話題は一気に広がります。
やっぱり大谷だった。第24号は特別な一本だった。勝利へ導く一撃だった。そんな声が次々と並び、野球ファンの熱気は夜遅くまで冷めることはありませんでした。しかし、この一勝は決してゴールではありません。長いシーズンの中の、たった1試合。それでも、その1試合が人々の記憶に残る理由があります。数字だけでは語れない空気。勝負どころで漂う緊張。仲間を信じるベンチの一体感。そして、大歓声に包まれながらダイヤモンドを一周した大谷翔平の姿。それらすべてが重なったからこそ、この夜は特別な一戦になりました。第24号ホームランは、シーズンの通過点に過ぎないのかもしれません。けれど、その一本が示したものは、数字以上の価値でした。期待を背負うこと、期待に応えること、そして、その期待をさらに超えていくこと、それこそが、大谷翔平という選手が世界中のファンを魅了し続ける理由なのです。歓声はやがて静まり、スタジアムの照明も少しずつ落ちていきます。それでも、多くの人の心には同じ思いが残っていました。次は、どんな瞬間を見せてくれるのだろう。その答えを知るために、また誰もが次の試合を待ち続けるのです。